はい、皆さんこんにちは。年一トラベラーアイアンウッドでございます。ANA 特典航空券を利用してバンコクへお得に行こうっていうことでね、簡単な話からややこしい話まで順々にね、やっていってるわけですけども、前回経由便をすれば2カ国行けるんだよ。お得じゃないのっていう話をしました。前回お届けしたのをちょっとね、実際に行ってみたいプランに変えてみたんで、どうですかこれ。6月28日日曜日に羽田を朝出発します。シンガポールに夕方着きます。ANA 特典ビジネスで行けますね。で、28日と29日と30日、3泊シンガポールで宿泊をして、7月1日夕方バンコクに移動します。シンガポール航空のビジネスクラスです。で、7月1日の夕方から1日、2日、3日とまた3泊バンコクでして、7月4日の21時35分に深夜便で東京羽田に帰ってくると。東京に帰ってくるのは7月5日日曜日ですから、日曜日出発、日曜日帰国でね、1週間強の東南アジア2カ国旅行。これ楽しいと思いません？僕は思いますけど、皆さんどう思われますかね？これでね、63,000マイル、お支払い総額49,560円で行けるんです。しかも ANA のビジネスクラスに2便乗ります。シンガポール航空のビジネスクラスに1便乗るんです。今回のシリーズで一番最初に ANA で単純往復バンコクにしたらいくらいるって言ったか覚えてますか？ね、この6月でもね、8万以上いるんですよ。8万5千だったんじゃないかな。確かね。2万マイル以上お得になって、しかも2カ国で、バンコクだけじゃなくてシンガポールも楽しめるっていうお得な東南アジアツアー。これ僕行きたいなって正直思いますよ。問題はですね、この日程は私がシンガポールに行きたいなって見つけたんじゃないんですね。前回の動画でお届けした通りです。東京からバンコクに往復でビジネスクラスで行こうっていう中で、たまたまシンガポール経由ができるのを見つけたっていうことなんですよ。このね、たまたまだったらね、僕こんな何回もね、ややこしい話をする必要ないです。もう前回までの動画で終わり。あれはたまたまで撮れる話。ただし、ほんまにたまたまじゃなくって、日にちだけ狙って私やってるんです。それ以外はたまたま。今からお話しするのはね、たまたまじゃないんです。これを狙って撮りましょうって話なんです。狙って撮るためには、ルール知らないとダメなんですよ。ANA のホームページで海外予約特典航空券を見ます。今までここを見てましたけども、今回はここを見ます。ANA 国際線特典航空券の利用条件と提携航空会社特典航空券の利用条件2つあるんですけども、こっちの ANA 国際線特典航空券では海外で乗り継ぎできないんです。バンコクへ行くっていう場合に、単純に ANA 便で東京からバンコク行ってバンコクから東京帰ってくる場合はこっちになります。ところがね、シンガポールへ行く。で、シンガポールからバンコク ANA 飛んでませんから、シンガポール航空乗るわけです。そして後の2便 ANA 乗ろうがね、こっちになるんです。提携航空会社特典航空券になります。ですから、今回から以降話すのはすべて提携航空会社特典航空券。こっちの ANA 国際線特典航空券見ません。こっちしか見ませんのでね。今もう6月24日以降ですから、こっちしか見ません。でまずはね、問題はなるのはここです。乗ることができる航空会社は、スターアライアンスの加盟航空会社になります。で、ここに乗ってる会社がね、いろいろありますけども、この中でアジアの会社が8社あるんです。その8社に乗ることができます。それとね、スターアライアンスコネクティングパートナー吉祥航空、ここにも乗ることができます。それともう一つ、スターアライアンスの中でアジアじゃないけどね、このね、アジアを本拠地にしている会社が1社だけあるんです。ユナイテッド航空。これグアムを本拠地にしているので、ここも入れておきますね。ですから全部で10社乗ることができます。でここからね、料亭ということで、7つルールがあるんですけども、この7つをね、
もう熟読したら今回から話しすることの一番最後のところまで行き着くんですけど、そこまで行き着かれたら困るので、今日は簡単なところだけ話をしますね。ここですね。出発地からの必要マイル数がより高いゾーンの都市を乗り換え地点にすることができないんです。乗り換え地点から目的地までの必要マイル数が出発地から目的地の必要マイルを上回るには乗り換えはできないんです。どんな例があるかっていうと、東京からハワイへ行くのにニューヨークを経由する。これはね、ダメなんです。なんでダメかって言ったら、東京からハワイの必要マイル数よりも東京からニューヨークの必要マイル数が多いんです。ですから、このね、目的地まで行くよりも途中の経由地行く方が必要マイル数が多いところはダメです。それからこれですね。これがね、よく皆さんね、間違って解釈している人がいらっしゃるんですけど、東京からアメリカ・ロサンゼルス行くのにソウル経由ですね。これ、普通にね、優勝のチケットやったら、もうこんなもん普通に出てきますからね。ですから、こんなもんセーフだろうと思っても、これアウトなんです。これアウトな理由をね、勘違いされている方がいらっしゃるのが、東京からロサンゼルスは東に向いて飛ぶわけです。東京からソウルは西に向いて飛ぶわけです。ですから、これ逆回りだからダメだって思われている方いらっしゃるんですけど、違うんです。これも単純に必要マイルが多いか少ないかだけなんです。どういうことかっていうと、ゾーン1からゾーン6の必要マイル数と、ゾーン2からゾーン6の必要マイル数を比較すると、こっちのゾーン2からの方が多いので、ソウル経由はダメなんです。同様の理由で中国経由も台湾経由もダメです。そうなんです。遠回り、逆回りだからダメじゃないんです。必要マイル数が多いか少ないかによって乗り換えができたりできなかったりします。ということでね、後で必要マイルのチャートは見ますので、ここはこれで見とってください。それからここですね、乗り換えの回数ですね。乗り換えの回数は、もう今回は往復しか見ませんので、ちょっと片道は勘弁してくださいね。往復の場合、日本国内で往路、復路各1回まで、海外で往路、復路各2回まで、合計6回乗り換えが可能ですと。で、この中にね、回数しかないんです。順番がないんです。これ後で大事なことになりますから覚えておいてください。それともう1個、途中後期。ね、前回僕24時間超えちゃダメなんだ、乗り継ぎは24時間超えちゃダメなんだと言いました。24時間を超えると途中後期、ストップオーバーって言うんですけども、そっちになります。でストップオーバーに関しては片道予定ではダメなんです。で往復だと目的地以外に1回途中後期が可能になります。ですから行きか帰りかどっちかでね、1回だけ途中後期が可能になるんです。これまさにね、今僕が検索しているパターンですけど、東京から、これちょっとシンガポールが目的地になってますけども、東京からシンガポールを目的地にするのに、行きも帰りもバンコクを経由するのは OK です。で、その中で、1回だけね、行きか帰りかどっちかでバンコクで、途中後期が可能です。今僕が検索しているのはこれシンガポールとバンコクひっくり返してますけど、そうなんです。ですから、このパターンだと、両方のね、国を楽しむっていう予定が組めます。さあ、ここまでね、お分かりいただいてるでしょうか。ここからね、ちょっと今飛ばした部分を含めて、見ていきます。はい、ではね、ここですね、提携航空会社特典航空券ゾーン必要マイルチャートを見ていきます。必要マイル数、特典交換に必要なマイル数は発着地のゾーン区分、搭乗クラスによって異なります。必要マイル数の確認方法ですけども、まずは出発地と目的地のゾーンを確認します。次に必要マイル数を確認します。ですからまずゾーンを知らないとダメですよね。ゾーンを知らないと必要マイル数を確認できないんだっていうことになります。でゾーン区分がね、1から10まであります。今回は、日本からバンコクへ行こうですから、このアジアだけ見ますね。
ゾーン 1A、ゾーン 1B が日本になります。ゾーン2が韓国、ロシア1になります。ゾーン3がアジア1。ゾーン4がアジア2、ロシア3。これ日本と韓国わかるけど、それ以外わかりませんよね。何これ。それともう一つ。日本のゾーン 1A とゾーン 1B って何ってね、いうことなんですけども、単純往復がゾーン 1A になります。乗り継ぎがあるとゾーン 1B になります。今回からお話をする内容に関しては、ゾーン 1A は見ません。ゾーン 1B だけ見ます。それから、詳しくね、いきますけども、韓国、ロシア1、ゾーン2ですね。韓国はわかります。ロシア1は沿海地方です。これウラジオストックですけども、今ウラジオストックに飛んでる飛行機ありませんので、もうこれは韓国だと思えたらいいと思います。ゾーン3のアジア1ですね。これはね、順番がおかしいんですけど、これです。中国大陸が主です。で、おまけでその周辺国。で、グアム、台湾、フィリピン、香港、マカオが含まれますということです。で、問題はゾーン4です。で、ロシア3はね、ロシアのウラル山脈より東沿海地方を除くってなってますけど、これ現実にないからもう無視してください。アジア2だけでいいです。これ、読んでわかります？もう、ちょっと読むの嫌になりません？ということでね、これを表にね、落とし込みました。先ほどのが ANA の公式のね、ホームページですから、あれが公式なんですよ。それからね、わかりやすくするために、私が表に落とし込みました。ゾーン1、日本をオレンジにしております。ゾーン2、韓国と沿海地方を青にしています。からゾーン3、中国プラスアルファを緑。で、ゾーン4、アジア2って言ってもね、こんだけあるんです。ですから、アジアの大半はゾーン4なんですよ。で、今回私がね、お話をしてます、日本からバンコクへ行こうということですから、日本がゾーン1になります。ゾーン4がタイがゾーン4になります。で、この場合に、さあ、どこを乗り換えができるのかということなんですよ。もしね、近回りしかダメないう規定があるとしますよ。実際ないんですよ。あるとしたら、こうね、台湾経由タイ。これいけますね。香港経由タイ。これはいけますね。シンガポール経由タイ。これおかしいですよね。これ遠回りですね。そうなんです。けど、前回見た通り、このチケット取れましたよね。なんでっていうのはそうなんです。ANA 特典航空券の場合、近い、遠い、お金が高い、安い、関係ないんです。あくまでも乗り換えが可能なゾーンであれば OK なんです。っていうことはね、パッと見てこれですぐわかるのは、タイがゾーン4ですから、この赤いとこね、全部構わないんですよ。で、緑とか青に関しては違うルールを見ないといけるかいけないかわからないんですね。ですから違うルール見ますよ。これが、特典航空券、提携航空会社の場合の必要マイルチャートになります。で、ちょっとね、もう肝心なとこだけ見たいのでアップにしますね。出発がゾーン 1B 日本になります。で、目的地がゾーン4のバンコクになります。必要マイルはここにある通りです。エコノミーが38,000、ビジネスが63,000、ファーストが114,000マイルになります。で、ゾーン2とゾーン3がここなんですけども、要はこの38,000よりこれが小さければ乗り換え可能なんですね。18,000、23,000、38,000より少ないですから、ゾーン2、ゾーン3を乗り換え地にすることは丸です。逆はダメなんですね。ゾーン3が目的地の場合にゾーン4を乗り換え地にすることはできませんけども、ゾーン4が目的地であれば、ゾーン2、ゾーン3を乗り換え地にすることは問題ありません。で、ゾーン5以降はね、もう見るまでもなくね、これが必要マイル高いからダメなんですけどね。そういったのは、それぞれゾーンによってね、行けたり行けなかったりしますんで、自分が興味のあるところ、ゾーン4でなければ、ご自身で見てください。そしたらね、分かったと。日本からタイ行くのに、
このね、国全部乗り継ぎ対象になるわけですね。ところがですね、乗ることができる飛行機がないとダメなんですね。例えば日本からね、カザフスタンへ行ってタイへ行きたいって言った場合に、日本からカザフスタンへの直行便があればいいんですけど、それないです。カザフスタンからタイの直行便もないです。ですからこれは絵に描いた餅になります。そしたらね、どこが乗り継ぎが可能なのか、一番最初に見たスターアライアンスの本拠地を調べるのが一番早いんですね。これがスターアライアンスの本拠地になります。9社って書いてるんですけども、実際これ10社。10社っていうのは、この中に吉祥航空入れてないです。吉祥航空スターアライアンスじゃないけど、コネクティングパートナーでね、同等の立場になるから、プラスアルファで吉祥も乗れます。それと、ちょっと例外がね、ユナイテッドなんですけども、グアムは本拠地です。フィリピンとモンゴルは本拠地じゃないんだけど、ユナイテッドは就航してます。これね、なんでこれが可能かっていうと、移園権っていう権利があるんですよ。で、移園権っていう権利を使って、アメリカ本土から日本へ飛んできて、日本からモンゴルへ行くっていう体を取ってるんです。これ実際はね、飛行機違うんですけど、実際は何かって言ったら、グアムから日本へ来た飛行機を使ってるんですけども、ルール上としてはね、移園権のルールとしてはサンフランシスコかどっかから日本へ飛んできて、それをモンゴルへ、移園権に飛びますっていう風な体になってるみたいですわ。あんまりアジアの会社でそれやってる会社多くないもんで、例えばね、ANA が日本からここへ乗ってない国のどこかね、例えばベトナムへ飛んでいって、ベトナムからタイへ移園権で飛ぶとか、そんなことはやってないですね。ですから基本的にこの本拠地の場所を覚えておいていただくのが間違いないかなと。ですから日本から中国へ行ってタイへ行く。これ丸ですね。日本からインドへ行ってタイへ行く。これも丸です。これが一番遠回りになりますね。それからね、もうこの間からずっと見てます。シンガポールに行ってからタイに行く。これも丸です。今は帰りは直行便ばっかり見てますけども、帰りも経由して構いませんので、日本からシンガポール、タイに行く。帰りは中国を経由して日本へ帰ってくる。これ、丸です。そしたらね、他の国行けないのかってね、いうことも思うと思うんですけども、他の国にも行けます。そこまで行くとね、ちょっと話がややこしくなるので、今日はここで置いときますね。ですから今日はまず何かっていったらゾーンですね。このゾーン1、2、3、4、出発が日本ゾーン 1B です。目的地がタイゾーン4です。この場合はゾーン1、2、3、4、どの国で乗り換えしても構いません。で、その中にね、遠いとか近いとかお金が高くなるとか安くなるとかそういう考えは一切ありません。ですから日本から韓国経由でタイへ行く場合も日本からシンガポール経由でタイへ行く場合も必要なマイル数は同じです。ただしですね、ANA の場合は燃油サーチャージがかかります。ですからこういう遠回りをしたりそれから乗り継ぎのね回数を増やしたりすることで燃油サーチャージ等の所税がかなり増える場合もありますんでね、現実的にはありませんけどカザフスタンへ行ってタイへ行くとかこんな便があったとしたら燃油サーチャージは高くなると思います。ただ必要マイル数はどこを経由しても変わりません。63,000マイルです。なのでね、僕先ほどからお見せしているね、日本からシンガポールへ行く、ここで何泊かする、シンガポールでタイへ行く、ここで何泊かする、タイから日本へ帰ってくる、この三角ルート63,000マイル、ビジネス、ビジネス、ビジネス、しかも ANA、シンガポール航空、ANA、全部僕乗りたいよ。って思いませんか？僕は思いますけどね。で、これもね、見ていただいた通りで、365日前に近い日程でしたら取れます。それと、なかなかね、取れるかどうかわかんないですけど、直前開放ですね、3週間前より手前ですね、でも取れる可能性があります。それと、タイ航空は3ヶ月前から開放しているので、ここが難しいんですよね。日本からシンガポール3ヶ月前に取れる可能性はちょっと低いかなって思うんですけど、
0ではないかな。いや、0かなって思ってますね。で、片道発券しちゃうと、このパターン、日本からシンガポール、シンガポールからタイ、タイから日本、これ構わないんですけども、シンガポールでストップオーバー24時間を超える滞在ができなくなります。なので、片道発券しちゃうと、シンガポールでは24時間以内の乗り継ぎをしてタイに行くっていうことしかできなくなりますので、2カ国楽しめるけど、シンガポールは一晩だけね、ちょっとした楽しみしかならないんでお気をつけください。さあ、どうですか？ちょっとここでついていけなくなった方もいらっしゃるのではないのかなと思いながら話してるんですけども、もっともっと複雑な話をしていきますので、もしね、ついていけないなと、ここはわかんないなっていうところがあれば、コメント欄にいただければ補足の動画を上げます。次回はね、この経由を狙って予約をするっていうのを実践します。ぜひね、チャンネル登録していただきまして、この先もご視聴いただきますようよろしくお願いいたします。